こんにちは、みちるです。ゴールデンウィーク、皆さんはどう過ごされましたか？私は久しぶりに海外へ旅行しました。1週間ぐらい家を空けたのですが、母と妹のおかげで猫たちも植物も元気でいてくれました。次々に花が咲き、庭はとっても良い香りに包まれています。それにしても植物は1週間近くいなかっただけで、なんだか緑の量が 1.5 倍ぐらいになったようなもさもさ感です。2週間前はモッコウバラが満開だったこのエリア。下の草花の丈もまだ短かったのですが、かなり伸びてきました。ここの今の主役はアプリコットカラーが可愛いジキタリスです。他にも種から育ったオルレアや昨年の夏をサバイブしたバーバスカムにペンステも少しずつ花が咲き始めました。ただかなり草が生い茂っている状態なので、花を摘みながら少しすっきりさせていこうと思います。摘んだオルレアをすぐに水に生けたのですが、花がしおれてしまっています。ネットで調べたら、水の中で茎をカットする水切りをして、たっぷりの水に生けておけば復活するとのことです。かわいい花たち、元気になーれ。さあ今度はこのエリア。一見綺麗に見えますが、花柄がだいぶありますね。もう季節は終わりなのですが、かわいいビオラにはもう少し頑張ってもらいましょう。長く咲いてくれたガーデンシクラメンも終わりの時期。そしてこちらは今すぐ何とかしないといけない状態です。近所の園芸店に行ってかわいい花たちを調達してきました。グリーンがかった白がおしゃれな八重咲きのペチュニア。こちらも同じく八重咲きのペチュニアで、爽やかなラベンダーカラーが特徴です。花は小さいけれど濃い紫がアクセントになってくれそうなカリブラコア。そして濃厚なこの色に一目惚れした小さな苗のアジサイです。ワイヤープランツとタマリュウは使えますね。
それ以外は引っこ抜いていきましょう。根っこがすごいことになっていました。家にあったシルバーブッシュと白タイギクも使おうと思います。白とパープルというコントラストが強いこの色の組み合わせ、シルバーリーフやワイヤープランツのような軽やかなリーフをプラスすると美しくなじむような気がします。濃厚な色合いのアジサイは単品で鉢に植えます。黒の鉢に植えると花の色が引き立ちますね。ラベンダーカラーのペチュニアも単品植えで、だいぶすっきりした感じがするのですが、気のせいでしょうか。昨日水切りしたオルレアはすっかり元気です。朝食の準備をしましょう。まずはコーヒー。今日はフィルターで濃いめのコーヒーを入れてカフェラテを作ろうと思います。きちんと重さを測って入れると美味しいコーヒーが作れるそうなのでやってみようと思います。今回コーヒー豆は 20g、 お湯は 100cc。今回のゴールデンウィーク、オーストラリアのメルボルンに行ったのですが、
メルボルンは美味しいコーヒーで有名な街なんですよね。人気のカフェに何軒か行って、改めてコーヒーの美味しさに目覚めました。今回の旅は刺激をいっぱいもらった本当に素晴らしい旅でした。改めて動画にしてお届けしようと思っていますので、楽しみにしてくださると嬉しいです。テラスで過ごす時間が気持ちいい季節。いつも通りの日々がまた始まりますが、季節の美しさを味わいながら暮らしていけたらなと思います。皆様も素敵な5月をお過ごしください。